静岡大学情報学部講義棟で、情報学部公開講座2015機械と人間が開催されました。この講座では、今回の公開講座のテーマである機械と人間について、情報科学科、行動情報学科、情報社会学科の講師陣が、科学、行動、社会、それぞれの視点から講演を行いました。今回は、この情報学部公開講座の模様をお送りいたします。情報社会学科ということで、社会的な観点ということで、ロボットが人を傷つけたらどうなるかというテーマを掲げさせていただきました。実際ロボット開発される方は多分この後のことはあんまり考えてないということで、私は法学、法律を専門としてますから、端的に言えば責任という問題を今日は考えてみようと。もしロボットが人を傷つけたら誰が責任を取るのかという。ロボット工学じゃなくてロボット法学という、法学の中では最先端の世界の、ほんの一端を今日は少しだけご紹介したいと思います。こんな予測みたいなコメントが、ちょっと前に世間を騒がしてネット上ですけど騒がせてたんですが、テスラモーターズっていうアメリカの電気自動車を作ってる会社、ここの CEO である、イーロン・マスクっていう人が、ネット上にこういうコメントを投稿したと。ロボットは5年以内に人間を殺し始めるかもしれない。これはちょっと都市伝説的に、ホラ吹きみたいに語られてることがあって、あんまり科学的信憑性っていうのはどうなのかっていうふうなことも言われてますけど、でもこの人工知能ですとか、あるいは宇宙開発といった事業に、莫大な投資をしているこのマスクっていうアメリカの起業家、この人の発言ということで、ネット上なんかでは特に注目を集めました。2045年に機械がですね、その人間の、知能を超えてですね、私たち違う道を歩んで進化するだろうということが最近よく言われています。2045年には機械は人間の知性を超えてしまうらしい。あと30年後ですね。でここでいう人間の知性とは何かで、超えてしまうっていうからには超えられるだけの定量的量的なですね、軸の上に乗って競争してるのかっていうような感じもするんですが、そもそも知性ってそれって比較可能なのかな。こっちの知性が高くてこっちの知性が低いってことがあるのかな。知性って一体何なのか。でそういったことを考えて、その人間が持つ知性っていうのとこれから考えていかなきゃいけない機械知性っていうものの間の違いっていうのは何なんだろうかってことを議論していきたいなと思っております。今回お話しするのは、ロボットによる協調学習支援ということで、実際の教育現場に、ロボットを入れると、どうなるだろうかというようなことで、やってみたお話をしたいと思います。私自身はですね、この協調学習という人と人がですね関わり合いながら学習を進めていこうというそういう方の研究をしています。今まではですね、古典的にはというか古くから先生が教えて、学生っていうのはそれを聞いて学ぶもんだという学習スタイルというのが、普通に教授学習スタイルというのが行われてきていたんですけれども、近年特にですね皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、21世紀型能力と呼ばれるようなものが注目されるようになってきました。でそこでいろんな能力がその中にあるんですけども、学生同士の対話をですねベースにした協調学習というようなこういうやり方がですね、ことさら注目が集まっているというところがあります。でそこでじゃあ一体何を狙っているのかということなんですけれども、一人ではできなかった到達できなかったような理解のレベルですとか、あるいは新たな知識の想像力、みんなで集まって新しいものを作り出していこうというそういう力を養いたいというような狙いがあるわけです。